通の初期の人よりは中期後期っていう風にちょっとオーバーめにやっていいんじゃないのっていう風になってくんですよ。眼科医の広瀬です。今日は緑内障の視野欠損、視野の進行度合いってあなた初期、中期、後期どうなんですかってことについて詳しくお話しようと思います。これまではすごくざっくりお話してきたんで、より詳しく知りたいっていう方がいたので、あとは、なんか先生言ってんの正しくないんじゃないのみたいに言う方もいるので、じゃあ正しく細かくちょっとお伝えできればなってことで今日のお話ししていこうと思います。緑内障においてあなたの状態が初期なのか、中期なのか、後期なのか、その状態を知ることによって、悪いんだなとか、そうでもないんだなっていうのを知ることができると思うんですね。その分類というのは、実はいろんな分類の方法があります。今日ご紹介するのが、アンダーソン分類っていうんですけれども、その分類方法、初期、中期、後期みたいな感じで、分けるような方法になりますね。基本的には、パリッシュ・アンダーソンかな。ビジュアルフィールドステージングシステムとも言われていて、基本的にはハンフリーのフィールドアナライザーの専用の病気分類って感じになるので、オクトパスとか他だと、一応違うことになってるけど、同じぐらいな感じだと思ってくださればいいと思います。じゃあ、どういう風に分けるのか。まず、視野検査のデータあるじゃないですか。こんな感じになっているやつね。この本でいうと、8、9ページぐらいに載っているここのやつと、こことここってあるわけですけども、まず1個目。実はね、いくつも見ることがあるんですよ。で、1個目が MD1 っていうこと。で、次に見るのが、トータル偏差っていうところを見ることになりますね。その2つを見てあげて、どうなのっていうふうに見ていくって感じね。で、まずは MD1 っていう数値があります。この MD。私の母親で言うと 2.22 っていうふうにね、こっちかな書いてあるんですけども、MD1 っていうのが、偏差。つまり、同じ年齢の視野の状態の普通の人っていうのは何かな、病気がない人っていう言い方が正しいかなと比較して、どのぐらい視野が悪いのかっていうのを調べたのが、まずこの MD1 って数字になります。基本的にはこの MD1 だけで僕は視野の分類をお話ししちゃってるんですね。具体的に言うと0が正常で、マイナス1、2、3、4、5、6ってなっていくごとに悪くて、0からマイナス6っていうのを初期、マイナス6からマイナス12っていうのを中期、マイナス12からマイナス30を後期っていう表現で僕は簡単に言っています。これね、すごくシンプル版で正確ではないんですよ。で、この表現なんかおかしいと思いません？普通0から30ですよって言ったら、0から10、10から20、20から30ってやるべきだよって思いがちですよね。なんですけど、ちょっと前倒し6、12で切っているっていうところがちょっと特徴的だから、後期のところの方がちょっと大きいぐらいになるんですよ。で、正しくはこれは、正しい方法じゃなくて、まずは、初期であるには MD1 が6以下というかな、6より上、つまりマイナス5とかマイナス4とか3とかでなければいけないのね。で、マイナス12を超えたら、もうその時点で後期になるのも正しいんだけれども、じゃあ、マイナス5だったら、絶対、初期の緑内障なのかっていうと、そうではないんですよ。実は、例えば、中心の視野が悪かった人って、例えば視野検査の全体像を見るのが MD1 って数字なわけですよね。ってことは全体の能力が落ちる。一方でね、真ん中がスパッと見えない人って困るでしょ。すごく見えないから日常生活も困っちゃうし、どうしようってなるわけ。だから中心が見えないことによって普通の初期の人よりは中期後期っていう風にちょっとオーバーめにやっていいんじゃないのっていう風になってくんですよ。そこで中心5度の感度って言って、なんていうかな、
こうどのぐらい見えてるかっていうのを実は細かく数字化してるんですよ。例えばさっきの視野で言うと、ここになんか数字がびっしり書いてあるの分かります？これが一つ一つの見える点がどのぐらいのパワーを持ってるかって感じのものを見るんですよ。で、30ぐらい見えていると良いよね。20後半とかだったら問題ないよねっていうんだけど、これが15よりも未満、つまり15よりも低いものがあるっていう風になってくると、もうその時点で、中期とかになってくるよっていうこと。もう一つが、0、つまり0からね、20いくつとか30とかっていう数字が出てくるんだけど、0の点が1点、つまり全く見えない点が中心にあるんだったら、視野の全体像としては初期なんだけど、後期として扱いましょうっていうふうに言うんですよ。難しいよね、ややこしいよね。もう一回言うよ。全体像だけで見て MD1 って数字があって、6までが初期、6から12が中期、12以降が後期って分けますが、中心視野がちょっと欠けてる分にはいいんだけども、結構欠けちゃってる分には後期っていう風に取りましょう。それが、0のところがあるとか、そういうのが指標としてあります。だから、MD1 っていう指標以外に中心がどのぐらい見えているかっていうのが重要なんですね。それ以外に2つ指標があって、もう一つがトータルデビエーションプロバビリティマップって言って、さっきのなんていうかな、トータル偏差のマップっていうのはね、ここの下にあるのね、この悪いとこれが黒っぽくなってきて、悪くないとこれが点々っぽくなってくるというかな、ご本人のデータを持ってたり、私の母親のデータね、この本持ってる人は見えると思うんで、見ていただけるといいと思うんです。例えば、ちょっと細かすぎて難しいけど、ここの上側は結構真っ暗だけど、なんかちょっとここはかすれたような感じになってるの分かるかなね。今これトータル偏差、そうかすれたような感じになってる。こういう風になっていて、黒っぽくなっているっていうのが、すごく悪い方で、それがかすれたようになってるのはそこまで悪くないよってことなんです。で、このマップで、P が 5% って言って、要は、結構悪いやつが、それなりにある。例えば、30の2なら18点以下。24の2なら12点以下あると、ちょっと、18点以上ね。24の2なら12点以上あるんだったら中期に持ってきましょうと。で、30の2なら38点以上。24の2なら27点以上こういう、悪い点があるんだったら、後期としましょう。これ 5% って言って、真っ黒じゃない方ね。で、1%、つまり、もうちょい悪い方が、初期だったら10の点未満で、後期だったら20点を超えるんだったら後期ですよっていう風に分類してるんですよ。で後期だったらね、間が中期で、つまりは10から20の点、16とか17個、P が、1未満のものがあったら、ちょっと問題ですよっていう風に表現するってことなんですよ。難しくないですか？結構むずいんですよ。だからこそ基本的に僕は初期、中期、後期っていうのは MD1 で軽く分けておいて、でも中心視野が悪い人はちょっとそれよりも重めに見て治療しなきゃいけないよってすっごい簡単に説明してるのね。だから本当は、MD1 がマイナス5、つまり初期のはずなのに、中心視野がバツッと欠けてたら、もういきなり後期なの。後期なんだけれども、便宜上、全体としては見えてるから、初期的に扱って、後期のようにしっかり治療しましょうみたいな表現をとってるのね。
どっちがいいか、つまりなんていうかな、動画これを見てるあなたはかなり私の動画を1本とかじゃなくて多分たくさん見てる方だと思うのよ。かなりマニアックな動画だからね、これね。でかなりマニアック、だからこそちょっとついてこれてると思うけど普通に私の動画を初めて見た人とか、もう普通に本を読んだとか人が初期中期後期って判断するのを、じゃあトータル偏差のところを見て P が1のやつがどんぐらいなのか、5がどんぐらいなのか、何点あるのか数えてみたりだとか、はたまた中心視野の、数値がいくつになってるのかとか、5度以内がねとかっていうのを見るのめちゃくちゃ大変じゃないですか。なのでじゃあ何のために初期中期後期って分けてるのかっていうと、一つは今の自分のありようを調べるため、もう一つが進行を止めるためにどこまで踏み込むかっていう話のためじゃないですか。なのでざっと分かって、その中でも踏み込む、つまりやるべきだよっていうのさえ掴んでおけば、大体なんていうかな、専門の医者だったらちゃんと分かっといた方がいいと思うんだけども、皆さんは患者さんなわけで、患者さんがそこまでマニアックにやっとく必要はないんじゃないかなっていうのが僕の今までの考え方だったんだけども、一応知りたいって方もいるし、はたまたいやあなたの言うこと正しくないよって批判する人もいるので、そうね確かにっていうことで、ちょっと細かく表現しているってことになります。でこれも一つの基準なのよ。実は初期中期後期って僕はね、すごく一般論としてこうですみたいに言ってるけども、実は初期中期後期の分け方もいくつかあります。なのでこれ以外の方法もあるっていうのはちょっと分かっていただければなと思うんですよ。なので私のなんていうかな、この表現しているのは一般的だとは思います。ただそれとは違う考え方だよっていう医者がいたとしても、そうだよねっていう感じで、だから、ある医者が初期って言って、ある医者が後期って言いましたとかっていうパターンがあるんだけども、それも全然あり得るわけですよ。なぜかというと、その医者によって初期中期後期っていう分け方がちょっと違ってくるからっていうことなんですよね。その分け方が何のためにやってるかっていうのを分かってほしいんですよ。つまりあの先生が初期と言ったから正しい、あの先生が中期と言ったから正しい、あの先生が後期と言ったから正しい、それがちょっとずれてるからあの医者はおかしいとか、そういうふうには、あんまり考えないでほしいなっていうふうに思うんですよ。それを分かった上で、視野の状態っていうのをチェックしていただけるといいと思います。で今日のお話を聞いて分かると思うんだけど、このお話で視野のデータを見るには相当めんどくさいの分かりますよね。でかつこれね、1回だけそうだからそうって判断しちゃダメなんですよ。何回か見なきゃいけない。よく例えば緑内障診療ガイドラインにおいても、視野検査性的検査っていうのの進行を見るには最低でも5回の視野検査が必要であるっていうふうに書いてあるんですよ。だから5回以内の検査でこのぐらい進んでるだなんだっていうのは一応お伝えするけれども、一応お伝えしているだけでそんなじゃないよと、あんまり信頼しないでくださいっていうのがよく患者さんとして、緑内障になって進んでるかどうかってとっても不安になる方ってやっぱいらっしゃるんですよ。だから私はどうですかとか、すごく悪いですかとかっていうふうに聞かれることがあって、最低5回を測らないとそれでもなんだかよくわからんっていうのが、現状なんですよね。まして最低5回やってるうちに治療が変わったりするわけじゃないですか。例えば最初の2回やってる時ちょっといまいち眼圧が下がんなくてガッと眼圧下げて3回やったら、その3回プラス2回やっぱやんないと視野として分かってこないねってことになっちゃうので、難しいとこなんですよね。なのでちょっとあくまでこういう、視野のなんていうかな、チェックの仕方っていうのがあるよとあって、初期中期後期っていうのは、マイナス12までが、初期
マイナス6までが初期、マイナス12までが中期、12以降が後期というのは非常に簡便的な言い方であって、正確には、そうではないところもあるよと。具体的に言うと、そうですね。後期だった人は、マイナス12以降だった人が初期と判定されることはあんまないの。中期の人が初期と判定されることはあんまないと思ってください。だから、あなたが思っているよりちょっと厳しめだよっていう風に判定されることはあるかなって感じね。つまり初期の人でマイナス6より小さいです。ね。6より小さいんだけども、さらに、中心視野が欠けてるだとか、パターンとかがちょっと悪いよってなってくると、じゃあ、中期ですとか、後期ですとか、っていう風に分けられることもあるよっていうことを知っていただけると、そういうのがあるんだなと。あくまで今日の話は細かく、僕も、いろんなね、データを見てて、そこまで詳しくはないのよ、ここまで視野のことは。視野のことは詳しくないって言うと語弊があるか。やっぱ視野のここら辺の研究の専門の人もやっぱいるわけよ。なので、そういう人に比べると僕はまだまだなので、あくまで一般論として皆さんにお伝えしているって思っていただければと思います。こんな感じで、ちょっとなかなか触れられないような、ちょっとマニアックな話とか、そういうのもお伝えしていくけど、視野の分類っていうのはやっぱね、知りたい人もいると思うんで、今日は一つお伝えしました。だからこそ、私は初期で、中期でどんぐらいなんですかとか、ね、なんでそうなんですかとか、あんまり強く言わないでね。あと、YouTube を見てこんな風に言われたからなんだかんだって言って、多分、その先生が困っちゃってってこともあるみたいだから、あんまり YouTube を見たからこうですって言うと、あんまり向こうの先生いい気にならないから、それはあんまり言わない方がいいかなって思いますと。こんな感じでいろいろアップしていくんで、今後ともよろしくお願いします。